今回はライトソルトロッドです。以前アップロードしたロッドに比べパワーがあり汎用性の高いロッドになっています。ブランクはマグナムクラフト AJX5919。ソリッドティップを継ぐので先径を測ります。 1.7mm ほどありました。テーパー環合加工用ダイヤモンドビットは 1.7mm の円錐形です。ソリッドティップはカーボン製でジャストエース ST350XULF です。このソリッドティップをブランク先径に合うようにテーパー加工し、ブランクの先端に継ぎます。ソリッドティップとブランクを並べ、ブランクの先径よりソリッドティップが少し太いところの当たりをつけます。ノギスで測定しながら探します。 1.8mm の部分を見つけました。先径より 0.1mm 太いここを基準に加工します。マスキングテープを貼り、わからなくならないようにします。マスキングテープを貼り終わるとこんな感じです。リューターを使ってテーパー環合を加工します。ブランク先端の穴を先ほど選んだ円錐形のダイヤモンドビットで拡大します。ブランクを若干回転させながら拡大するとまっすぐに切削できると思います。先端部の肉厚がなくならないように少し残します。テーパー加工されていない部分の内径はドリルを使って測ります。内径 0.9mm でした。加工が終わったらマスキングテープを巻いて保護します。これはこの後ソリッドティップとすり合わせを行う時の割れ・欠けの防止措置です。ソリッドティップは旋盤にチャックして加工しますが、このままでは長すぎ加工しにくいので 40mm 程度残して切断します。切断部を明確にするためにマスキングテープを巻きます。マスキングテープが巻けたらもう一度測定して 40mm 残せることを確認します。切断箇所がわかるように油性マジックで印を入れ、ダイヤモンドカッターで切断します。切断部単面を切断に使ったダイヤモンドカッターで切削して整えます。整えられたので旋盤にセットします。180番のサンドペーパーで切削していますが、この前にここにあるダイヤモンドヤスリで荒取りしています。ダイヤモンドヤスリでの切削は取り忘れました。動画では分かりにくいと思いますが、こんな感じに切削します。右側の細い部分が直径 0.9mm で、テーパーはダイヤモンドビットに合わせます。まだ少し太い部分もあるのでもう少し削ります。サンドペーパーは400番です。ダイヤモンドビットと比べてみます。大丈夫そうなのでいいことにしてダイヤモンドヤスリで旋盤のつかみ代を切り離します。切り離しが終わりました。先端が太いように見えるので測ってみます。切断部分付近が若干太いようなので400番のサンドペーパーで削ります。ダストを取り除き再度測ってみます。寸法が出せたのでブランクとソリッドティップのテーパー環合をすり合わせます。テーパー環合を軽く組み合わせ回転させます。テーパー環合は軽い力で回転させられる程度に組み合わせてください。何度か回転させてから引き抜くと当たりの強い部分が黒く光って見えるので、当たりの強い部分を400番のサンドペーパーで削ります。ある程度は合っているはずなので少しずつ削ります。少し削ったらダストを除去し再度組み合わせ回転させます。そして当たり具合を確認、サンドペーパーで削るを繰り返します。すり合わせできると軽く組み合わせたのに回転させにくくなるので、そうなったら弱い力で曲げてみてガタつきがないか確認します。大丈夫そうです。ストレート部分の長さが長いような気がしたので 5mm ほど切断することにしました。
ペーパー環合の加工終了です。ブランクとソリッドティップを接合します。メタルロックの A 剤と B 剤を同じ量絞り出し混合します。瞬間接着剤やエポキシ接着剤でも大丈夫ですが、すぐに硬化しない方が1決め時間が稼げるので作業性がいいと思います。混合したメタルロックをブランクのテーパー環合内側に塗布します。ソリッドティップのテーパー環合外側にも同様に塗布します。接着剤が塗布できたテーパー環合を組み合わせます。回転させ、接着剤が行き渡るように差し込んでいきます。はみ出した接着剤は硬化が始まる前にティッシュペーパーで拭き取ります。拭き取りが終わったら硬化するまで静置します。接着剤が硬化したらマスキングテープを剥がします。次の部分はこんな感じになっているはずなので、この部分からここまでが荷重を受けていそうです。ここにスレッドなどを巻いて補強します。今回もカーボンロービングを使って補強します。スプールについたまま巻くのは難しいので、スプール1周分引き出してカットします。巻き始めはスレッドと同じで、巻き始めのロービングを巻いてきたロービングで押さえるように巻いていき、あとは適当に巻きつけます。スレッドのような平行巻きをする必要はありません。毛羽立ちが出ますが無視して大丈夫です。そのまま巻き続けます。へこんだ部分には多めに巻いてそれなりの形にします。巻き終わりに抜き輪は使いません。巻き終わったらカーボンロービングを引っ張った状態で保持し、低粘度の瞬間接着剤を塗布します。カーボンロービングが瞬間接着剤を吸っていくので、全体に行き渡るように結構多く塗布する感じです。塗布できたら硬化促進剤を吹きつけます。反対側にも吹きつけます。硬化促進剤を使うと数秒でこんな感じに硬化します。硬化したらニッパーで余分な部分をカットします。カットが終わるとこんな感じです。ニッパーの切り口や毛羽をカッターナイフで切り取り、大体の形に整えます。この後サンドペーパーでサンディングするのですが、その前に補強巻きの両側にマスキングテープを巻き、ブランクとソリッドティップを保護します。サンディングで傷が入らないようにするのが目的なので、3周以上は巻いておいた方がいいと思います。180番のサンドペーパーでサンディングして表面をある程度平滑にします。サンドペーパーを400番に変更してサンディングしていきます。サンディングする向きを180番と90度変えるとペーパーの目を消しやすくなります。サンディングが終わったらマスキングテープを剥がします。ソリッドティップの接合完了です。曲がり方はこんな感じです。次はここです。インロー芯の長さを決めるためにブランクの長さを測ります。映像では少し長く見えますが 2022mm です。ブランクの中央 1011mm のところにマスキングテープで印をつけます。ブランクの長さを変更する場合は中央を出す前に切断・延長をしてください。ブランク中央の直径をノギスで測ります。4.2mm でした。この10倍が 42mm、 切りの良いところで 45mm、 これがティップ側ブランクに入る部分で、隙間分 10mm を足した 55mm がインロー芯の露出部分です。ワンピースのブランクをセンターカット2ピースにする場合のブランク切断位置は、ブランク長プラスインロー芯露出部分長さを2で割ると算出できます。この値がティップ先端から切断位置までの長さです。今回の場合はティップ先端から 1038.5mm が切断位置になります。
ティップ先端から 1038mm のところにマスキングテープを巻いていきます。今巻いたマスキングテープの隣に 1mm 隙間を空けてマスキングテープを巻きます。この隙間の中央がティップ先端から 1038.5mm になります。マスキングテープとマスキングテープの間をダイヤモンドカッターで切断します。ブランクを回しながら少しずつ切断していくと破損しにくくなると思います。切断できたら切断面を整えます。ワンピースのブランクを2ピースにする方法や印籠継ぎの作り方にはこれが正解と呼べる決定版的な方法はないと思うので、他の方の動画や市販ロットの印籠芯の長さも参考にしてください。切断が終わってもマスキングテープを剥がさないでください。切断が終わったブランクのバッドエンドとティップ先端を揃え、切断位置を確認します。予定通り印籠芯の分だけバッド側ブランクを短く切断できました。切断で発生した内側に残っているバリをダイヤモンドビットをヤスリ代わりに使って取り除きます。内径に当てて軽い力で 3,4 回ひねるだけで小さな C 面を作ることができます。印籠芯を加工します。ブランクの内径を測ると 3.2mm でした。印籠芯はサバロで購入した 3.5mm 系のもので、長さは 150mm あります。印籠芯の端から 30mm のところにマスキングテープを巻きます。マスキングテープを貼った側の端から 10mm をドリルチャックにチャックして木工旋盤の駆動側に取り付けます。大体でいいのですが、一応スケールで確認します。印籠芯が破損する可能性があるので、回転中に緩まない程度に締め付けます。半駆動側も同様に緩まない程度に締め付けます。半駆動側のホルダー固定用ボルトも忘れずに締め付けます。準備ができたので印籠芯を削っていきます。駆動側ドリルチャック先端からマスキングテープ単面までをダイヤモンドヤスリで 2.7mm に加工します。この部分は旋盤にチャックするためのつかみしろになりますので、できるだけ平行に削っていきます。ノギスで測って確認しながら進めていきます。 3.1mm ありました。もう少しダイヤモンドヤスリで削ります。 2.9mm になったので180番のサンドペーパーに変更します。あと少しで 2.7mm です。400番のサンドペーパーに変更します。 2.7mm に加工できたのでダイヤモンドカッターで切断します。ちょっと分かりにくいと思いますが、駆動側が止まっても半駆動側が回っているので切断できたと分かると思います。ドリルチャックを緩め印籠芯を外します。 2.7mm に加工できたのでマスキングテープを剥がします。ティッシュペーパーでダストを拭き取り、加工したつかみしろをドリルチャックでチャックし旋盤に取り付けます。この時印籠芯の段差から 5mm ほど開けて取り付けます。ブランク切断面の内径と外径寸法から印籠芯の予想寸法はこんな感じになると思います。先端で 3mm、中央で 3.24mm。 これを踏まえて少し大きめの寸法までは旋盤から外さずに測定のみで削ることにしました。ダイヤモンドヤスリが目詰まり気味だったので変えました。つかみしろを 2.7mm としたのは先端寸法の予想が 3.0mm なのでマイナス 0.3mm ならすり合わせでブランク内側への干渉はないと思ったからです。それなりに切削したのでダストを拭き取り測定します。まだ削りしろはありますが削りすぎると面倒なのでここからサンドペーパーで削っていくことにしました。まず180番のサンドペーパーで切削し、続いて400番のサンドペーパーで切削します。
ダストを拭き取り測定します。予想寸法よりも大きい値ですが、予想は予想、実測値ではないので不安になってきました。迷いましたが、現物合わせしてみることにしました。ドリルチャックを緩め、旋盤から外し、ティッシュペーパーでダストを拭き取ります。ティップ側ブランクにインローシンを入れてみます。2mm くらいしか入りません。再度旋盤に取り付け、ダイヤモンドヤスリで削ります。予想寸法までは削ってもいいのかもしれませんが、削りすぎると合わせるのに時間がかかるので少しずつ削ります。400番のサンドペーパーをかけたら再度合わせてみます。ティップ側ブランクとインローシンを組み合わせ回転させます。20mm ぐらいのところが黒く光っています。ここの当たりが強いので、こことここよりバット側を中心に削ることにします。サンドペーパーは400番です。削り終わったら組み合わせ回します。今回は結構均一に当たっていますが、差し込み深さが足りないので再度削ります。これを繰り返してインロー継ぎのテーパー環合を作っていきます。削れにくくなったと感じたらサンドペーパーを新しいものに交換します。番手を粗くすると削りすぎてしまい、かえって時間がかかります。差し込み深さも深くなり、当たりも良くなってきました。そろそろ込みを測ってみます。玉口が当たっていた黒く光っている部分からつかみ白の段差までを測ります。39mm でした。もう少し旋盤で切削します。強い部分はあるものの結構全体に当たっています。部分的に削ってみます。ペーパーの角の部分で狙って削ります。玉口が若干強いようですが、まあまあな感じです。込みも 43mm あるので、ここからは手作業で削ります。400番のサンドペーパーでインローシンを切削します。ペーパーを巻き、インローシンを回して削ります。当たりの強い玉口付近を中心に削り、再びブランクとの環合性を確認します。まだ玉口付近が強いようなので、もう少し削ります。環合性を確認します。だいたい全体に当たっていますが、もう少し調整しておきます。中央と玉口付近を部分的に削り確認します。まだ強い部分がありますが、ここでテーパー環合のすり合わせを終わりにします。マスキングテープを剥がし、ダストを除去してブランクにはめ、新たにマスキングテープを貼ります。ブランクに環合しない側のマスキングテープ端のインローシン直径を測ります。3.3mm はない感じですね。マスキングテープの幅は 12mm。つまりブランクとの結合面より 12mm バット側のインローシン直径が 3.3mm 弱です。3.3mm 弱でインローシンのバット側をストレートに加工すれば削りすぎにはならないので、この寸法に加工します。旋盤に取り付け、ダイヤモンドカッターで 0.5mm ほどの溝を掘ります。この溝です。テープの単面から 50mm 以上離して溝を入れます。ダイヤモンドヤスリで削ります。テープの単面から溝までを同じ直径になるように削ります。2点を測定しました。3.4mm あります。ここからは180番のサンドペーパーで削ります。3点を測定しました。3.3mm 強あり、若干のばらつきもあります。ここからは400番のサンドペーパーで削ります。ばらつきを補正するため、バット側を少し多く削ります。3点を測定しました。ばらつきは許容範囲内で、直径は 3.3mm 弱です。
狙い値に加工できたので旋盤から外します。ティッシュペーパーでダストを拭き取り、再度確認します。3.3mm 弱に加工できています。マスキングテープは剥がしておきます。テーパーとストレート部分の加工が終わるとこんな感じです。再びティップ側ブランクに挿入し、マスキングテープを貼ります。針を割ったらインロー芯を抜き取ります。マスキングテープを基準にティップ側の切断位置にマスキングテープを貼ります。マスキングテープの端から 45mm です。次はバット側切断位置です。今貼ったマスキングテープ、ティップ側の切断位置から 100mm のところにマスキングテープを貼ります。間違えて切断しないように再計測しながら油性マジックで目印を入れておきます。インロー芯の不要部分をダイヤモンドカッターで切断します。切断した単面を切断したダイヤモンドカッターで仕上げます。マスキングテープを剥がし、両端のエッジに小さな C 面を取ります。ティッシュペーパーでダストを拭き取り、インロー芯の加工終了です。バット側ブランクのインロー芯取り付け穴を調整します。インロー芯のバット側先端から 45mm のところにマスキングテープを貼ります。調整前はこんな感じで全く入りません。逆側だとスカスカです。直径 3mm のダイヤモンドヤスリでインロー芯の入る穴の内壁を削ります。理屈では奥行き方向に 10mm ぐらい、内壁を削る厚さが100分の 2mm から100分の 4mm のはずなので大したことなさそうですが、意外に大変でなかなか削れません。それなりに削ったつもりなので合わせてみます。全く入りません。これはやっぱり結構かかります。さらに削ります。さあどうでしょうか。入るような入らないような、ちょっとだけ入るみたいです。続けて削っていきます。3回目 1mm ぐらいです。続けて削ります。すり合わせに絶賛苦戦中ですが、これを見てうわーこれは無理とワンピースブランクの2ピース化を諦めそうになっている人に向けての話です。これが今回のインロー芯の概要図です。 3.2mm のところまでティップ側のブランクが完合します。そして 3.24mm、 ここまでがバット側ブランクに入るところです。この 0.04mm、 片側 0.02mm がこの苦戦を生み出しています。そこでテーパーからストレートになる地点を 55mm から 45mm に変更するとこのようになります。これならインロー芯の最大径は 3.2mm となり、インロー芯を少し太く作ってもすり合わせはほんの少しです。これは極端な例でしたが、この 10mm の区間のどこからストレートにするのかを変えることですり合わせ量を変化させることができます。負担にならないように設定しましょう。7回目です。 10mm 程度入るようになりましたが、それ以上は入りません。ここまで入ればそのままスポッと入ると思っていたので意外です。しかも継いだ状態で回ります。まだまだかかるのでスキップします。16回目です。残り 2mm ぐらいが入りません。14回目で残り 3mm まで一気に入ったのですが、それから小康状態になっています。インロー芯を見るとなぜか当たっていないはずの真ん中が黒く光っています。怪しいのでインロー芯を測ってみます。ノギスでの測定では違いが分かりません。
マイクロメーターは持っていないので本当のことは分かりませんが、とりあえず少し削ってみます。入っちゃいました。印籠芯のストレート部分に問題があったようです。バット側ブランクの調整ができたので、印籠継ぎを組み立てます。メタルロックの A 材と B 材を同じ量絞り出し、よく混合します。混合できたメタルロックをバット側ブランク内側に塗布します。続いて印籠芯のストレート部分外周にも塗布します。接着剤を塗布し終えたら、印籠芯をバット側ブランクに差し込みます。接着剤が行き渡るように回しながら挿入します。はみ出した接着剤をティッシュペーパーで拭き取ります。印籠芯側のマスキングテープを剥がします。再度ティッシュペーパーで拭き取ります。接着剤が硬化するまで静置します。硬化したのでついでみます。緩合性は良好です。少し曲げてみます。急激に曲がるところもなく大丈夫そうです。これでブランクの加工は終了です。ロッドエンドキャップを作ります。材料は 15mm 系のヒバ丸棒です。旋盤に取り付けます。取り付けやすくするために両端の中心あたりにキリで穴を開けています。回転させると触れているので、加工するあたりを彫刻刀の平刀と180番のサンドペーパーで削り、触れを取ります。彫刻刀の切り出し刀で加工の支点と終点に溝を掘ります。溝は深い方が後で楽です。そのまま切り出し刀で溝の間を掘ります。この後平刀で直線的に切削するので、ガタガタでいいのでとりあえず削っておきます。平刀で直線的に切削します。神経質に直線にこだわらなくて大丈夫です。平刀だけではあまり深く取れなかったので、刃先に緩い R がついた平刀も使ってもう少し切削します。両端の溝が浅くなって切削しにくいので溝を切り直します。180番のサンドペーパーで一旦平滑にし、ノギスで測ります。狙い値の 10mm にはまだ届きませんが、あと少しです。切りくずが溜まったので掃除機で吸い取ります。続けてサンドペーパーで削ります。10.8mm ぐらいです。このままサンドペーパーで削ります。溝が浅くなったので再度掘り込みます。再びサンドペーパーで削り、ノギスで測定します。10.1mm、あと少しです。10mm に加工できたので、ブランクに入る部分を削っていきます。適当な場所に溝を掘り、段付きを作る感じで削ります。ノギスで測って気がつきました。狙い値分かってません。6mm 未満みたいです。もう少し削ります。10mm と 6.7mm、 OK です。切り離すための溝を掘ります。
溝が入ったので旋盤から外します。2つの深い溝があります。ここをノコギリで切断します。切断できるとこんな感じです。ブランクにも入ります。180番のサンドペーパーで切断面をサンディングします。物が小さいので持つ部分も少なくサンディングしにくいです。パイプ等で延長すると少しやりやすくなりますが、すぐに終わりそうなので面倒になってやってません。反対側、取り付けボスの先端も同様にサンディングします。こっち側には後で持ち手を設置するのでそこそこで大丈夫です。180番でのサンディングが終わったのでサンドペーパーを400番に変更します。サンディングが終わったのでボスの先端にキリで穴を開けます。だいたい真ん中あたりでいいです。精度は必要ありません。この切り穴のところに持ち手を取り付けます。持ち手となる竹串を用意し直径を測ります。 2.5mm ぐらいです。先ほどの切り穴をポンチ代わりに 2.5mm の穴を開けます。 2.5mm のドリルが行方不明だったので 2mm で開けてダイヤモンドビットで拡大しました。なんとか穴開けできました。仮合わせしてみます。問題ないので接着します。接着剤は低粘度の瞬間接着剤です。ボス穴と竹串の両方に塗布し一気に押し込みます。押し込み切るのとほぼ同時に固定されます。そのままロッドエンドキャップの表面に瞬間接着剤を塗布し銅管を埋めてしまいます。400番のサンドペーパーでサンディングしたらロッドエンドキャップ加工終了です。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。